んにちは。こんにちは、なにです。マニです。文法号へようこそ。文法号では教科書通りではなく、本当に使える日本語を勉強します。今日は日本語能力試験1級の文法です。テーマはぐるみ。最近何は教科書でぐるみを習ったけど全然意味わかんない。例えば家族ぐるみは家族と一緒にか家族の全員かちょっと意味わかんない。どういう意味？まあ、わかりにくいけど、一緒に一回覚えちゃったら多分意味すごいわかると思う。ちょっと小道具があるんだけど、ぐるみってさ、意味不明じゃん。日本語っぽくもないし、なんか意味がわかんないし。でも、動詞だと何になると思う？くるみは。くるむ。くるむでしょ。くるむは何かを、これがくるむ。カバーすること。これくるむこと。だから全部一緒にまとめるイメージ。まとめることを言うんだよね。家族ぐるみで付き合っています。だったら家族みんなで付き合っています。例えば、ナニとマニが友達同士で家族ぐるみで付き合っていますって言ったら、私はナニの家族をみんな知ってるし、ご飯食べたりもするし、ナニもマニの家族を知ってるし、ご飯食べたりするよ。それが家族ぐるみで付き合うっていうこと。例えばすごい悪い会社があって、詐欺をしてる、悪いことしてるで、会社ぐるみでおばあさんを騙している。会社の中の一人だけがおばあさんを騙してるんじゃなくて、会社の全員がみんなでチームになってまとまっておばあさんを騙してる。それが会社ぐるみでおばあさんを騙しています。もうぐるみって使うときにはもうセンテンスが決まってて、何々名詞、ぐるみでが来る。でが来る。で覚えた方がいいかもしれない。人ぐるみとかは言えないんだよね。なんか人って別に一人かもしれない。家族とか会社とか、ちょっと組織、オーガナイゼーション、団体の方が話がちゃんと言えるかも。ただあんまり喋ってる時には使わないから、本とかで出てくる新聞とかって思ってた方がいいかも。じゃあみんなは協力してるみたいな感じ？そうそう、みんな協力してみんなでみんな一緒に。そうそうそう。イレギュラーが多いかな、使えないやつ。例えばなんか国ぐるみで税金の削減に取り組むとかってちょっとおかしい。でもなんでおかしいのかって言われたら使わないっていうだけなんだね、理由が。だからイレギュラーがいっぱいある。よく使うのは家族とか、組織とか、会社とか。限られてるよね、使われる言葉が。じゃあ自分でなんかぐるみだけで考えない方がいい。そう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 。なんか言葉プラスぐるみのセットで考えて覚えた方がいい。で、ほとんどセットはない。少ないと思う。じゃあ家族ぐるみ、会社ぐるみ、組織ぐるみ。組織ぐるみで事件を隠蔽している。泥棒に身ぐるみを剥がされ、現金を取られた。家族ぐるみで仲良くしています。